はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日はですね、私のレッスンの中でいただいた質問がありますので、こちらについて答えていこうと思います。どういう質問だったかというと、全部で6つあるんですけど、アメリカの方が私のレッスンを受けてくださってるんですけど、アメリカの方がその方は何度も日本にも、出張とか、ビジネスの関係とか、旅行とかで日本に行ってるんですけど、日本人と接したり、あとはドラマとかアニメとかを見た時に感じる疑問っていうのを6つ私に送ってくださいました。これがめちゃくちゃ面白かったので、ぜひポッドキャストで話していいですかということで、いいですよって言ってくださったので、皆さんにもシェアしたいと思います。はい。まず1つ目、早速いきます。日本では高校生か大学生の学生と先生との恋愛関係はそんなに珍しくなさそうですね。ドラマによく出てくる状況です。アメリカでもそれが起こりますが、それは秘密で、バレたら先生は警察に捕まります。はい。これはね、よくありますよね。先生と生徒の恋愛ですね。大学はわかんないんですけど、高校は間違いなくアウトだね。捕まりますね、バレたらこれは。これはやばいと思う。大学もやばいと思うけど、大学だったらまだちょっと大人だから、あるかもしれないけどね。もちろんこれよくドラマとかアニメではありますけれども、日本でもダメです。はい。ただ、私が学生の時も、私じゃないんだけど、ありましたよね、そういう話は。実はあの人、あの先生とどうたらこうたらとかね。卒業してから実はあの先生ととかね。聞いたことはありますから。でも秘密だよね。バレたら本当に捕まる。先生はやばいね。学生はいい、まだいいと思うけど、先生はやばいですね。はい。ダメです。はい。次。またドラマに出てくる状況ですが、ドラマで高校生が一人暮らしをするのをよく見ます。これはアメリカではありえないことです。これね。よくあるよね。アニメとかでよくあるよね。あと少女漫画でもよくある。少女漫画ってめっちゃあると思うんだよね、これ。例えば、主人公の女の子が、突然、その両親が、お父さんとお母さんは海外に行くことになったから、よろしくねって言っていきなり行っちゃって、その主人公の女の子が一人で暮らすことになって、どうしようみたいになって、で、どうしようって思ってたら、隣の部屋の男の子がめっちゃイケメンの、隣のクラスの男の子とか先輩で、最初はすげえ嫌なやつなんだけど、気づいたら好きになってるみたいな。で、大体その男の子は家が金持ちみたいな。よくあるパターン。絶対にでもないです、現実では。高校生が一人暮らしするなんて絶対にないです。日本でもありえないことですね。はい。ちなみに私が今見てるアニメで、ゆるキャンっていうアニメがあるんですけど、ゆるキャンも最初は、高校生の女の子が富士山の近くで一人でキャンプしてるシーンから始まるんですよね。ありえないからね。高校生が一人でキャンプするなんてもう危なすぎて絶対にありえない。絶対にありえないです。はい。でも、ドラマとアニメは、何でもいいので、何をしてもいいので、そういう設定がありますけど、実際はないですね。はい、次3つ目。水商売について。日本では女性がアルバイトで水商売をする人が多いようですね。なんでかというと、30歳の女性はへそくりを貯めるためで、20歳の女性は高級なバッグとかを買うためだそうです。アメリカでは大体運が悪い人です。例えば仕事がないとか家族との仲が悪いとか、違法薬物を使っている人です。はい。これですね。水商売っていうのは、どういうお仕事かというと、なんて言うんだろうね。いろいろあるんだけど、例えば
キャバクラ嬢とか、ホステスとか、ガールズバーとか、そういうお店ですね。お酒を使ってお客さんを接客するようなお店のことを水商売って言うんですけど、はい。まあ女性版だとキャバ嬢とか、男性版だったらホストとか、まあいろいろありますよね。はい。うん。で、30歳の女性はへそくりを貯めるため。まあへそくりっていうのは、まあ家族、旦那さんには内緒の貯金です。で、20歳の女性は高級なバッグとかを買うため。はい。そうですね。まあ、この水商売っていうのは、日本は多分独特だと思います。なんかそういう悪いイメージももちろんあるんですけど、最近はそのキャバクラ嬢に憧れて日本っていうか、東京に上京してくるその若い女の子とかもたくさんいますし、なんか弟子入りみたいな、キャバクラ嬢に弟子入り、まあ、修行させてくださいみたいな感じで来る女の子とかもいるんですよ。もう夢の一つになってるんですよね。はい。そう、ホステスさんとか、だからテレビとかにもすごい出てますし、本を出してる方もいるんですよ。そのキャバクラ嬢での、接客、プロの接客の仕方とか、1億円を稼ぐまでの方法とかね。はい。自分たちでビジネスしてる方もいらっしゃいますし、そう。なので、なんかこう、もちろんプロになるのはめちゃめちゃ難しいんですけど、結構気軽にその水商売をする方は増えていると思います。例えばお昼、まあデスクワークで普通に会社員として仕事して、夜は夜の仕事としてキャバ嬢とか、まあ、ガールズバーで働いてるっていう方結構いるらしいんですよね。本当に。会社にバレたらやばいと思うんだけど、みんな何とかしてバレてないんだろうね。そう。まあその理由は、まあもちろん家族というかそのお金が厳しいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、多くの方はもっとお金が欲しいとか、まあ高級なバッグが欲しいとか、まあそういう感じですよね。多いと思います。はい。まあ最近ではそのまず水商売じゃないと思うんだけど、 AV 女優の方っていうのも憧れの職業として考えられ始めているらしいですよ。これは結構びっくりよね。うん。AV 女優っていうとやっぱりあんまり、なんていうの、バレないようにというか、自分がその AV をしていることをあんまりバレないようにする方っていうのはほとんどだったと思うんですけど、最近ではなんかインスタグラムやったり、ツイッターやったり、YouTube やったり、あとテレビに出てる人もいますし、はい。時代が変わってきますね。はい。すごいですよ。もうみんなプロとして、なんていうの、自信を持ってやってる女性たち、まあ男性たちがいらっしゃいますね。はい。4つ目。アメリカ人は仕事の関係とプライベートの関係が分かれていないので、人間関係を早く築くことができます。日本は分かれているので、関係を築くのに時間がかかります。そうですね。まあ日本では、内と外の関係っていうのがやっぱりはっきりしてるので、仕事は仕事の関係、プライベートはプライベートの関係っていうのが多いです。どうやらそのアメリカの文化、まあ人によるかもしれないんですけど、その仕事で出会った方も普通になんか週末に一緒にご飯食べたりとかして、普通に友達として接することもできるようなんですよね。なので、まあ関係を築くのは早いと。まあ日本の場合は全く本当に分かれてるので、週末に例えばその会社関係の人会うってなると、もう仕事の一つだと思っちゃうっていうのが多いと思う。まあ同僚は別だけどね。そう。だからやっぱ関係築くのは遅いっていうのはもちろんあるんだけど、この方がおっしゃってたのは、反対にアメリカではその関係を築くのは早いけど、壊れるのも早いって言ってましたね。なるほどねって思いましたね。うん。まあ、日本ではどうなんだろうね。わかんない。関係を長く続けられるかもしれないですね。もしかしたら。うん。はい。じゃあ5つ目。あと日本人は何かの答えを出すときに長い間考えるのに具体的に答えません。うん。日本人が断る表現を使うときは、アメリカ人はその表現を聞いて肯定の意味だと思ってしまいます。例えば、考えときます。は日本人のノーの表現だが、アメリカ人はイエスだと思ってしまいます。そうですね。ちょっと考えておきます。って言われた時の皆さんどう思いますかという話ですね。考えておきますっていうのは日本ではほぼノーの意見です。ノー。例えば、
来週飲み会があるんですけれども、何々さん参加しますかって言われて、考えておきますって言われたら、多分ほぼ来ないです。でももしかしたら違う国から来た方だと、イエスって思っちゃうかもしれないですね。はい。このね、曖昧な表現っていうのは日本たくさんあると思うんですけど、まあ、わかりにくいよね。うん。まあ、私がよく使うというか、よく聞く言葉っていうのは、明日飲み会来るとか、明日遊ぼうって言われた時に、行けたら行くっていう人めっちゃいるんですよ。マジで。行けたら行くっていう人、マジでいる。行けたら行くイコール来ないから。来ない。マジで。多分90%来ない。行けたら行くって言ったら人。うん。ね。プラスに聞こえるよね。行けたら行くって。でも、絶対に来ないの。マジでこれは言える。気をつけてみんな。行けたら行くって言われたらその人はほぼ来ない。次、最後です。ドラマを見ると日本人の女性はめちゃめちゃ純粋無垢で、ファーストキスは20歳ぐらいだとか、初恋は大学を卒業してから、まあ大学の時とかね、よくあるよね。うん。で、初エッチは結婚してから。はあ。日本人は純粋な女性を演じる女優が好きですね。一方でアメリカの学生に、ごめんなさい。アメリカのドラマによく出てくるキャラは、ゆるい女や強い性格の女です。でも私の知っている限りでは、日本人女性とアメリカの女性はそれほど違いはないと思います。ということですね。はい。これについてね、私確かにと思ったの。なんか日本のドラマとかアニメで出てくる女の子って、結構その純粋、恋愛あんましたことありませんとか、彼氏今までいたことありませんみたいな人多いじゃないね。なんか大体ファーストキスだし、なんか初体験みたいな。ね。多いじゃん。そう。まあ、ねどう結構そのなんていうの男性経験がたくさんある女性が出るドラマとかアニメって結構コメディ寄りというか、が大人向けのドラマだったりすることが多いと思うんだよね。うん。まあこの話を聞いた時に一番最初に私は思ったのは、男性がそういう純粋なピュアな女性のことが好きなのかなって。ちょっとそれは、なんていうの、時代遅れというかちょっと気持ち悪いなって思ったりもしたの。でもよく考えたら、まあそれもあるかもしれないけど、よく考えたら違うかもって思った。っていうのも、こういう純粋無垢な女性っていうのは、少女漫画でめちゃくちゃよくあるんだよね。じゃない女性の皆さん、見たことある方。なんか少女漫画とか、女性系のアニメとか、で、大体主人公の女の子っていうのは、今まで恋愛したことない、キスしたことない、みたいな、そういう子が多くないね。で、純粋みたいな子が多いよね。だから別に男性が好きなわけじゃなくて、女性もこういうキャラクターを求めてるのかなってちょっと思ったんだよね。で、なんでそういうキャラクターを求めてるんだろうってちょっと思った時に、なんて言うんだろうね。わかんないけどね。マジで。これは私の推測ですけど、なんていうのゆるい女性とか強い女性が好きって思う人もいると思うんですけど、そういう女性が恋愛してても多分あんまりなんていうの、共感がないのかなって思って。うん。それよりも、なんか優しくて純粋で、なんかこう、恋愛経験があんまなくて、みたいな人の方が共感されるのかなってちょっと思いました。うん。だから女性もそういう女性の方がなんか応援しやすいっていうか、ね。なんか自分と重ねやすい部分があるのかもしれないね。わかんないけど。うん。よくなんかその恋愛経験が豊富ですごいモテモテな女性が恋愛してても多分みんな見てて面白くないのかもしれないね。はい。だからそういう人たちが出るドラマっていうのは結構コメディ系とか、まあヒューマンドラマ系になるのかなと思う。ね。どう思うどう思うこれはわからんね。なんでそういう傾向になるのかというか。うん、でも韓国ドラマも結構そんな感じ多いよね。大体恋愛系の韓国ドラマとかになると、女性は
結構不遇、お金がないとか、全くそういうなんか働かなきゃいけないとか、恋愛経験がありませんでしたみたいな子がその主人公になることが多いじゃない。でもなんかコメディ系とか大人向けのドラマになるとそうじゃないよね。まあ面白いです。これ本当にありがとうございました。面白いなと思いました。皆さんこの6つについてどう思いますか？いろんな意見があると思うんですけれども、皆さんの意見楽しみにしてます。ぜひコメントで教えてください。はい。じゃあ今日はこんな感じで、なんだろうね。日本のドラマやアニメの疑問についてでした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。今日結構話すの早かったと思うので、ぜひスクリプト見ながら、そして私のサブタイトルありますので、チェックしてみてくださいね。いろんな言語があります。英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、インドネシア語。ございますので、ぜひぜひぜひ皆さん、難しかったと思う方は利用してみてくださいね。はい、そして作ってくださる方いつもありがとうございます。はい。そして私の Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ではね、いろいろなビデオとかもたまに出してたりするので、ぜひチェックしてみてください。あと、Patreon こちらのメンバーも募集しております。そして私のシャドーイングコースもまだ少し募集しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。あと、私最近ケビン先生、ケビン・ビン・スリーピー・ジャパニーズというポッドキャストがあるんですけど、そのケビン先生のポッドキャストにゲストとして出演させていただきました。ありがとうございます。とても楽しかったですね。はい。ぜひ、皆さん、URL 下に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。まあ、私がインタビューをしていただいたような形で、私が日本語学校で過ごした経験の話とか、いろんなお話をしていますので、ぜひチェックしてみてください。はい。じゃあ今日は以上。はい。またリクエストあればお待ちしております。それではまた次回。さようなら。